はい、内山光一のザ・ゴッドチャンネルです。本日もエレンがお話ししています。今回はエレンとエレナさんの二人旅、未来の遊園地について提言を取ってきてほしいということでした。ですので、熊本で最大規模である、グリーンランドというところに行ってきて、半日ほどエレナさんと一緒に遊んで、最後に一番大きい観覧車に乗って、その中で霊言を取ってみようということでやってみた動画です。また、観覧車一周した後に、かき氷を食べながら、ちょっとしたアフタートークなんかも話していますので、どうぞ最後までご覧ください。泊まっていたホテルがベルデ。ベルで。うん。お城みたいなね。はい。あそこですね。うん。いいですよ。さあ、ここで、はい。じゃあ何か霊言をする。はい。未来の遊園地。遊園地。未来の遊園地。なんか丹田に落とすっていう感じではないな。今なんか活動してるから、神経がね。なるほど。じゃあ降りてからの方がいいだけど上空に来てるから、なんか遠くの景色も見えるし、そうですね。遠くの方見えますね。いいかもしれない。やはり未来は夢のある遊園地でなければ意味がない。そうですね。夢のある遊園地。そしてここから子供たちの笑い声とか、輝きとか、そういうものをいっぱいいっぱい作り出して、で未来の町とか都市、とか国とか、そういうものまでが夢いっぱいの明るくて楽しい世界を作り出す、その源になる。なるほど。そういうイメージね。どなたか来ていただいて聞いてみようかな。来ていただけるかな。ちょっといつもの霊言をしているスタイルとは違うんだけれど、今メリー・ポピンズさん、それからあの人、日本好きの、無声映画作った人、チャップリン、チャールズ・チャップリンが今浮かんできました。出てこられた感じが。夢を持ってほしかったんだよって。人間には誰でもが持っているその夢や希望っていうものがあって、そういったものを三次元の世界に表すためのものがこの一つの遊園地という形のもので、空高くその希望を膨らませて、そしてそれができるだけたくさん地上において実現できますようにっていう祈りを込めて遊園地って作られてるんだって。子供たちの夢を
三次元に表したもの、こんな楽しいことがあったらいいなっていう、そういうものをできる限りこの地上に表したもの、それがこの遊園地、笑いとか驚きとか絶叫とか、そういうあらゆる感情を呼び覚まして、普段自分が隠している自分の感情を思いっきり引っ張り出して、本当にそのキャピキャピしたっていうか、輝いた自分っていうのをもう一度発見するために、本当はこんな感情を持ってたんだとか、そういうことを自分でもう一度再確認するためにも、こういったいろんな遊園地を作って人間はやってきた。だからこれから未来の遊園地は大人もそうやって楽しめる、子供だけじゃなくって、遠い昔に天国にいた時、自分たちがどんな気分だったか、どんな喜びを持って、どんな嬉しさを持っていたのかっていうのを思い出すための、そんな遊園地ができたらいい。そしてそれは一時的なものだけじゃなくって、ここに来るとインスピレーションを受けられる、自分のもともと持っていたものを思い出すことができる、そういう遊園地になったらいいなと思います。大人も楽しめるような、そんな遊園地がいいな。だってこれは大人が作ってるから、子供の夢を実現させるための場所を大人が本気になって作ってるから、大人も楽しんでほしい。そしてやがてそれは遊園地の中だけじゃなくって、街の中全体に広がって、その光がどんどん周りの都市へも広がって、その都市全体が明るくなって、光いっぱいになって、そしてそれが今度は国全体に広がっていくような、天上界にいた時の自分を思い出すことができるような、そんな遊園地。概念的にはそういうことかな。そういうものができたらいいなと思うね。そう、メリー・ポピンズさんは今傘を握って空を飛んでいます。この上空を飛んでいます。その横にチャップリンさんが雨傘をステッキ代わりにして面白おかしく踊っています。そして子どもたちの喜ぶ顔を見たい、大人たちの笑顔を見たい、そんな楽しい平和な世界を実現してほしいと思って応援しています。そんな感じですね。何かありますか？そうですね。その絶叫とか、お化け屋敷怖いとか、そういうのも夢につながる
ところなんですかね。夢につながるところなんだと思う。っていうのは、怖いっていう感情とか、何か人間はほら興味本位があって、怖いもの見たさとか体験してみたいとか、そういう思いがあるよね。はい。普段そういう感情に蓋をしているんだよ。怖がらない自分、静かな自分っていうのを大人は演出しているし、その感情に蓋をしている。だけど本当は子供みたいなその心があるっていうことをまず掘り出してみるのに役に立つかもね。怖いんだっていう。お面かぶってらんないと。そう。お面かぶってらんない。さっきのこのジェットコースターもお面かぶってらんなかったでしょ。はい。もうキャーって絶叫の連続だった。そう。で、ああいう風になるともう構ってられないんだよね。かっこつけてられない。それをこう取っ払う瞬間っていうのを作ってくれるよね。確かに。ね。そうですね。で、体験した後は、いや、面白かった、楽しかった。ね、怖いけど楽しかったっていう、そういうものが残るじゃん。で、いいんだ、アクティブでいいんだとかさ、怖がってもいいんだとかさ、そういうものを経験するよね。なるほど。そういうためには感情を右に左にぶらせて、喜びばっかりじゃなくて怖い方も経験する。そうすることでものすごくその喜びの幅が広がって、なんか嬉しさも増えてくると思うんだよね。確かに乗った後は気持ちが大きくなったというか、解放された。そう思うよ。そんな感じしますね。でしょ。で、一つ大丈夫だっていうさ、なんかあるよね。いけたわ。そう自信つくよね、ちょっとね。だからそのためにも役には立ってると思う。揺さぶり。そういうことで揺さぶることで自分のその心のその感情、小さく縮こまってる感情の部分をぐーっとストレッチして引っ張って広げて、こんな自分いるんだって、自分で自分を発見するみたいな、そういうことってあると思う。それらの全てがこう総合的に相まって、いろいろなものを作り出すための役に立ってる。人間の感情をね、いろいろ経験するっていう。で、よりダイナミックなインスピレーションとか、発想とか、なると思います。そういう風につながっていくと。なると思います。ありがとうございます。ありがとうございました。この観覧車一周で、今語ってみました。霊言ありのお話でした。終わりです。何やったっけ？いろんな遊園地は天国のその美しいキラキラみたいなのの次元を、楽しいとか嬉しいとか、そういうものをどんどんこう次元を上げて、段階を上げていくと、天国につながる。天国の世界にあるものを、だんだんと次元を逆に下げてきて3次元まで下ろしてくると、こういう遊園地みたいな、そういう世界になる。なので楽しいとか美しいとか、いろんなものがあって、その仏性になるもの、それのいろんな表し方がいろいろあって、3次元において楽しい部門を表している、嬉しい部門を表している、
それはこの遊園地なのかなって。でも怖い部門も表してますよ。怖い部門も表してるよね。確かにね、お化け屋敷あったしね。だからそういうおどろおどろした世界も、まあ、遊園地でならではの表し方やってんのかなって、だからそれはもう人間の持ってる感情の部分だし、否定はできないんだよね、それは。そうですね、怖いっていうのがないっていうのはないですよね。そう、怖いから違うっていう、それは否定できなくて、やっぱりあるものなんだよね、裏表。でそこからいろんなことを学びなさいよって与えられてるわけで、まあ役には立つんだと思う。でさっき観覧車の中でやった話、霊言でインスピレーションは、メリー・ポピンズとチャップリンだったよね。不思議だけど出てきたんよチャップリンが。そしてその上空に空中に2人が浮かんでるっていうね、そういう映像だったし、2人ともなんかジャンルが違うように思うけれども、根底のところでは希望とか夢とかそういうものを語ってたと思うね。人間の持っているその喜びとか、楽しさとか、そういうものを少しでも現実に実現させていきたいっていう思いがあって、いろんなそういうね、あの人たちの思いっていうのが仕事をしている、映画を作ったり、物語を作ったりして人々に広めてるんだと思うな。ですね。なんか霊界に近い場所、遊園地は近い。普通の家とかよりも近いのか、まあ両方あるか、でもそうだよね。どっちかっていうと霊界に近いかな。なんか夢があるよね、遊園地。夢があるね。夢があって、それが街に広がって、そのアイディアが街に広がって、それがだんだんともっとエリアが広く広がって、最終的には国全体にね、国全体が遊園地だったらすごいなドリームランドとかさそれこそその夢の国みたいなね、そういうことなのかもしれない。でここは多分もう30年ぐらい前に作られたやつかな、そんなようなこと書いてましたね、だよね、だからあらゆるものがその時代に合ったものを、まあ多少リニューアルしながらやってるんだと思うけど、未来の遊園地としては今度はいろんなテクノロジーを使った遊園地、ハイテク、で今日は年齢制限があったですね、64歳以下が乗れますってことはそれ以上の人は乗れないとか、まあ3歳以上が乗れます、まあその制限はまあ仕方がないけれども、でも年齢制限なく乗れるような絶叫マシンがあってもいいよね。その絶叫はするけど危なくはないっていう身の危険は及ばないとかね、まあ心臓の弱い人は別だけど、でも大抵乗れるような、何か映像とか音響とかそういうものを駆使して、あるいは天候に左右されない、でも最近そういうのもありますよね。なんかシアターみたいなとこで椅子がガタガタ動いたり、あるよね、音とか、匂いとか風とか、リアルにある。あれは結構大人もね楽しめると思う。
ごいね。ジェットコースターの音かな。ゴー。ねえ。でもここは多分、まあ、一世風靡したすごい遊園地だったんだろうけれども、はい。もう今もこのかき氷の売ってるおばさんから聞くところによると、個人のお客さんがもうあんまり来ないと。団体の学生さんが来たりぐらいしかないんだっていうことを言ってたよね。でも30年でやっぱテクノロジーが発達して、もっと高いとかもっと速いとか、そうね、なんかどんどん更新されてってるんでしょうね、きっと。だから怖さを体験するにしてもテクノロジーを使うことによって、実際の動作以上の効果を生み出すような、そういうことができるようになってると思うよね。で、小さな面積でそれを体験できるとかね。来た。絶叫。絶叫。すごいな。はい。未来の遊園地ということで、エレナさんと私エレンと一緒にお話をしてみました。またチャップリンさんとかメリー・ポピンズさんであったりとか、とても楽しい例言をしてくださって、未来の遊園地ってどんなのなのかなっていう、ちょっとワクワクするようなお話ができたんじゃないかなと思っています。はい、それでは今回も動画をご視聴くださりありがとうございました。